ウェルカムトゥ京都、ウェルカムトゥ夢八幡 TV。本日も歴史について語ってまいります。本日はですね、京都のですね、北の守りにありますですね、鞍馬寺とですね、鞍馬寺に伝わる武術はどういうものなのかというのをちょっと語らせていただきたいと思います。鞍馬寺の歴史はですね、古くてですね、鑑真ですね、鑑真が唐から渡ってきます。その時に渡ってきた弟子ですね、その人のこれ元子って読むんですかね、法紀元年770年に毘沙門天を祀ったのが始まりということですね。この法紀元年というのは光仁天皇です。この桓武天皇の一つ前ですよね。ここから天智朝に変わります。それまでは天武朝ですからね。天武朝は何でか知りませんけれども、この千日の中で、位牌がありません。ですから、系統が違うのかもしれませんね。話は飛んでしまいましたが、それで、鞍馬寺というのはこの毘沙門天とですね、千手観音が中央です。それと、毘沙門天が右側でですね、で、五宝魔王いうのが左側にあります。本堂行ってですね、みんなわからないんですけれども、地下街降りるドアあります。誰でも入ります。真っ暗ですね。そこにこれ祀られておりましてですね、この五宝魔王いうのは金星から来たというふうに書いておりましてですね、天狗で羽が生えてます。意味深ですよね。その三つを祀っているということですね。これ、ユダヤの思想でですね、三柱通りを申しましたと思いますけれども、要するに、日本神道でいう雨の皆神主、高見結び、神結び、この三つに当たるわけですね。ですから、これが父と子と精霊という形になりますわね。もう完全なユダヤ教の流れだということですね。で、もう一説はですね、これ、元にお書ですから、立種です。なんと六種、陸種ですね。立種だと。それと、当時の長官を命じられてたですね。これですから、空海に、嵯峨天皇から空海に下賜される前に長官になっていた、藤原の伊仙道という方が建立したと。796年ですね。いう説もあるそうでして、これ二つ一緒なんじゃ、ちょっと時代が下りますからね。藤原の伊仙道というのは南家です。ムチマラの五男の小出マラの七なんですね。ですから、不比人ですね。不比人から4つに分かれます。湿気、南気、北気、もう一つですね。流れていきますけれども、北気、南気、湿気、ですよね。4つあります。それで、この伊仙道という方は、ですから、不人からして、ひ孫に当たるんですかね。これがお子さんで、孫で、ひ孫ですね。不人からしたらですね。それで、阿波の神を務めて、秋の神と。この阿波というのは非常に意味深です。それで、真言宗、この鞍馬寺というのは真言宗、天台宗なんかを経てですね、今は鞍馬公教という単立宗派の一つになっております。で、山伏信仰、天狗信仰ですね。で、の拠点であると。これ、ユダヤ教です、完全に。で、奥義と言いますからですね、信仰はですね、すべては尊厳に増しますというふうに、伝
伝えられております。ケーブルカーなんか乗られたらわかると思いますけれども、これを言います。こんな仏教じゃありませんわね。それと、狛犬の代わりに虎がおります。要するに、後で飲みますが、義経に、喜一方言ですが、方言というか、方言がですね、伝えた虎の巻というのがありますね。これは、ユダヤのトーラーです。トーラ御書です。モーデ御書のトーラーですね。モーデ御書のトーラーを虎の巻と言うとるわけで、で、狛犬の代わりに虎がおると。もう完全に見せながら隠してるんですね。ヤタガラスです。ヤタガラス、いわくここヒットマンがおるらしいですよね。鞍馬山にはね。それと、鞍馬で有名なのは義経ですよね。義経が預けられてですね、義経で30歳でしょうか、覚えてるらしいですが、平治元年、1159年から1189年までの方です。ですから平安末期ですよね。で、鎌倉へ、頼朝が移っていきますからね。それでですね、清和源氏であるということですね。で、お父さんが義朝ですわね。保元平治で敗れて、平の清盛ですね。で、その流れです。で、牛若丸としてですね、鞍馬にいたと。で、鞍馬天狗が、総城が何不動堂ですね。裏側にあります。旧船に行くところの途中にありますが、そこで、武術品を受けていたと。この鞍馬天狗いうのが、喜一方言であるということ。この天狗いうのは、このユダヤ人ですわね。鼻高くですね。で、この喜一方眼というのはどういう方かと言いましたらですね、今日の一条堀川のですね、に住んでいた陰陽師であるということですね。これ、安倍の生命と一緒です。生命神社があって、一条の戻り橋がありますからね。その辺に住んでいたと。要するに、陰陽師というふうに言ってますが、陰陽師の裏がカバラと言いましてですね、これもユダヤのカバラです。それを、その武術を習得していたんだということですね。で、これが鞍馬養心流というふうに伝わっていてですね、それから、熊野のですね、これ、空気水分がおりますが、この鬼の上を取って九上神流と言いますので、そこへ繋がっていくやと思います。で、ここの九上神流のですね、解釈でいくと、こっちが先は言ってますが、それはどっちが先かは分かりません。それで義経は五条の大橋で、武蔵坊弁慶と戦ったというこいつは有名ですよね。この弁慶というのは紀州の熊野別当の流れです。ですから、今度は同じ武術を知っててですね、それで義経の方が奥義にかながっていたと。この虎の巻をもらってますからね、虎の巻を。で、敗れたんだという、この流れですね。それで、九上神流へつながっていくということですね。この久喜家のというのは藤原の先ほど申しました一派のようです。ここから今の光源氏なんかに行ったらホッケが全てを握っていきますけれども、それまでは、不人のですね、4人の流れからですね、まだ何家が力あったということですね。ですから、久喜家というのは藤原の流れだそうです。それで、江戸時代にですね、綾部と三田の方へ繰り返されてます。別れが行ってます。そこで綾部でですね、起こったのが大本教です。で、大本教を信じたのがですね、この紀州の田辺市で生まれました上島森平です。これは合気道もそうですね。そこから塩田五道とか繋がっていくということですね。ですからずーっと流れが繋がっていくということですね。
で、全部まとめましたらですね、これはユダヤのカバラ武術であるということですね。安江邦夫さんなんかがこう言ってるのは、彼やだがらせは思いますよ。それで、そういう奥義を知っているということですね。カバラ武術であってですね、何度も申しておりますように、邪馬台国は泡であると。ですから、まず、その、ユダヤのカバラ武術というのがですね、海のシルクロード、理由からもあると思いますが、それで、泡で一つの流れができですね、この700年過ぎてから機内へ移っていきますから、それで、このプラマデラとか、で、熊野ですね、熊野本宮大社の方へ、武術が流れていってですね、最終的には柔道も同じ流れです。天子信用流と祈祷流を掛け合わせて、加納汁五郎を作ったのが柔道ですんで、同じ流れであるということですね。元をたどればプラマの武術であって、その元をたどればユダヤのカバラ武術であるということですね。この小上神流の説明書ですが、大高塚英直さんが書かれてましたですけれども、それは南朝も守った武術であって、その裏の根底にはユダヤの流れがあるともうはっきり書いてられます。本日はですね、武術、コーラマデラと武術について語らせていただきました。ここまでにさせていただきます。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。